What's up? 全部で4つから、俺が大事にパワームーブではこれを鍛えておいた方がいいよとかってジム通ってた時とか自分のトレーニングの部屋とかでやってたトレーニングはこれです。トノピはできない可能性があります。あまりパワームーブ得意な方じゃないんで、女の子と男の子で差があると思うんですけど、そこら辺も含めてプラスパワームーブが苦手意識ある人と全然得意ですよっていう人の差を見てください。俺みたいにできるようになると多分コントロール効くと思うので、ぜひ瞬発のやつが2種類かな。普通にこういう筋肉と筋力とバランスを整えないといけないんだなっていうのが2種類です。ぜひできる機会があったらやってみてください。はい、それでは注意事項いきます。はい、1個目、結構パワームーブって結構ねじるのが多いんですよ。ねじるのみんな見るもこうやって正面でやってそうなんですけど、でねじることが多い。スワイプスもそう、下手な人ほどねじれないんですけど、だから練習力つきにくい。エアーもそう、トーマスはこうやって正面でやるんだけど、スワイプもそう、ドラもそう、手技は正面だけどっていうので、1個目これ持ってきてないとできないです。メディシンボールってあるんですよ。10キロぐらいのもあるし、使ったことある。絶対重いやつ。メディシンボールって重たいボールのことです。柔らかい革の5キロとか10キロとかあるんですけど、これをですね、壁に向かってただぶん投げるだけです。こうやって、じゃあ例えば左チェアですよって言われたら、特に左側から右側にぶん投げる。でもこれだけだとバランス悪くなって結局右から左もズドンって使ってください。で大事なのはただやるだけじゃなくて、ちゃんと腰のここの腹筋でねじって吹っ飛ばすっていうのを意識してやるといいです。でも一番はメディシンボールを投げるのがいいです。理由は自分でその真横をコントロールできるので、にすると上に行っちゃったり下に行っちゃったりするので、真横に投げるのをやった方がいいです。次、腕で押すことのパワームーブって圧倒的に多いんで、手技とかもそうなんですけど、結果腕で押せないとダメです。純粋にパワームーブってどうやって地面を押すかっていうと、指先で押すことが多いんですよ。最後みんなは感じてないかもしれないけど、上手い人だったら分かるんですけど、例えばエアーとかもトーマスとかもスワイプもそうなんですけど、最後の最後指先で押すんですよ、こうやって。だからどういう腕立てを若い時やってたんですけど、僕から普通に腕立てしてちゃんと指先まで伸ばしてポンと飛ばすんですよ。ただ飛ぼうとするとこうやったりする人いるんですよ、指となしです。でもここ飛べてもあんまり俺らって意味ないんで、例えば人を押すとかだったらここで押した方が強いからここの方がいいです。例えば格闘技とかでもだってここで押しゃいいんだしいいんですけど、俺ら最後の最後に指で地面を押せるか押せないかで高さだいぶ変わってくるんですよ。この手のひら分変わってくるんで楽になってくるんで、指先でも最後まで押し切る練習でからっていう腕立てを意外にきついんですけど、この P がやってみます。よし。でどんだけ高さが滞空時間っていうかをこうどんどんやっていくでやるといいです。リストも強くなるから格闘技はいいのかな、ぶん殴るからけど、パワームーブは本当に押し切れる力が結構必要なんで、ここだけ押せても最後のキレ出ないんで、指離せなかったら、ここまで押せても指離せなかったらどう飛ぶんですかって感じなんで、ここまで鍛えないと結構意味ないと思ってます。注意することは腕立ての体勢でちゃんと腹筋背筋も体幹締めて、はいどうぞ一発ボンほいです。どっかの指だけ押せてどっかの指が押せないとかないように、なるべく小指はしょうがないんですけど、一番先に離れるっていうのだけ注意してください。で次の商品です。次必要なパワームーブのトレーニングとして能力としては、ケツを吊るすっていう作業が結構大事なんで、上に持ち上げたり地面にギリギリ落ちないようにするのに必要なのが心脾倒立です。できないですか？心脾倒立が何が分かんない人は今からやります。この体勢で肘を曲げないで、ジャンプも足でしないで、ただ寄せてきてどんどんお尻上げてこうやって上げていくのを心脾倒立っていうんですけど、これめっちゃやった。
今でもやるんですか2日に1回このままで足を広げて始めた方が簡単です。でむしろこれだけで十分だとパワームーブに関して。ただもうちょっと強くなりたいっていう人とか心脾倒立できて嬉しくて自慢したい人は足閉じてやるんです。でも体操では必要なんです。そういう動きがあるからパワームーブに関しては閉じてあげたりしないからそこまでは俺はいらないかなって思います。ただの自慢ですでただの自慢ができるように覚えちゃったのも俺です。で正直ここまで必要なんです。注意は本当に腕っぷしがある人やりがちでパワームーブもそうなんだけどそういう人に限ってあんま上手くないから肘絶対曲げないように曲げないんですか。そうこっちに体重をどんどんかけてってお尻を上に肩の上に乗っけていく。肩の上に乗っかってないからまず乗せるで腹筋背筋で上げる。上がったじゃんちょっと崩したりポイントはですよ頭をどんどんこっちにずらして問題はここに肩があります。頭こっちにします。でお尻って最初ここにあるんだよ。肩の上に乗っかってないとできないからどんどんお尻を上げてってこの上に乗っけます。でそしたらこの時ってまだ足ついてるので乗っかっちゃったらもうこっちの勝ちだからで大体さっきみたいに肘曲げると足浮きやすいからやっちゃう。それを肘曲げないで腹筋と背筋でグッと持ち上げる。曲げたら遠回りしないから簡単に上がる。もう一回いきましょう。お尻を肩の上に乗せる。足ついたままそしたらあとは腹筋背筋まだ乗っかってない落ちるできる。あとは腹筋背筋で上げる。はい曲げたけどこれでよくできたわけですよ。でここまでできない人もどうやって練習したらいいかって壁を使って練習します。最初こうなってるの頭だけついていいんです。頭だけだっててっぺん頭だけ背中ついちゃダメ。なるべく手を離してこうやってで頭つきながらお尻を肩に乗っけてこの原理でこうやってやるのが一番いいと思います。てこの原理使えない。もうちょいね手壁から離しちゃうけどそうどんどんそれで調節してってお尻が上がりそうだな肩の上にっていうちょうどいいところを見つける。おいじゃん膝曲げないで膝曲げないで上げる。そうてこの原理でこうやって上げるんです。手から乗っけてそこてこの原理でまあいいよで練習してください。まあこれだけで十分なんですけどこれでこの心脾倒立の軸って結構パワームーブで大事なんでここで俺は心脾倒立の中途半端な位置で止めて足を振る練習をまでが心脾倒立だと思います。パワームーブにやるこの中途半端な位置で足を曲げないように心脾倒立の中途半端な位置でその辺で足を振れると次そこへみたいな感じでこのトレーニングをめちゃめちゃやります。で最後後転から倒立をめっちゃ練習しました。ただ普通の後転から倒立だとパワームーブにあんま役に立たなくてでもね今最近流行ってるねちょってあげるあり方バックスピンからビシャスビクターっていう瞬発使わないでもうウェイって力で持ち上げてないってしてバックスピンウェイってこっち上げが多くなってきた。あんま瞬発力は使わないんでただ腕っぷしがあれば上がりますかってでもパワームーブに役に立つコンビネーションとかでやる後転の方法が肘を一切曲げないように後転倒立をする。体のここのバネを使ってポンって上げる。でその時の注意事項指こうやってやると絶対なんないの突き指しちゃってどうするかっていうとこうやってやります。ここからついてくる。体操選手とか床でそういう後転上げをするから体操をやってる人だとこういう上げ方を練習する。こうやってついてここのバネでグンって
体操部だったから体操やってるとでこの上げ方やるよね。はい。そう、この上げ方がパワームーブのそのウィンドからスワイプとかウィンドから上げるとき倒立とかの感覚にすごい似てます。ウィンド2000もすごいこんな感じを本当に最初うまくいったね。でも多分できるらしいです。体操部だったらいけ、体操部肘曲がってますね。曲がってますか？肘伸ばしてます。ポン。俺本当にこの一瞬だけで上げてるから。この一瞬、ここからこの一瞬。で注意事項としては本当にもうこの反動です。この前屈した勢いを一気にパンって解除する爆発的にパンを使うような感じで意識すれば使えます。腕の力は使わないです。ここからでやります。あとはデモンストレーションをやっていきます。Yeah, bro, shit is back in your tape deck. Yeah, don't wreck. Head banging in the Tesla, that's breakneck. On the road, fucking up, pretty fat women and fat checks, nigga. Last test, is it true that you ain't fucking with Taz? Yes. Turn up the bass now, go. I need the whole earth to hear my flow. Bitch act like you know. 1, 2, 3, we been here before. Damn, how it gets so dark. Niggas act dumb when you get too smart. Getting high in the damn airport. Contact high for my damn escort. Rain, drop them cheeks. はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。できましたか？できません。そうだよね。できない人もいると思うんですけど、できるようにしたらパワームーブも楽になると思うので、やっぱね、フットワークと違ってね、パワームーブって覚えるの大変なんで、そう簡単に手に入んないからやっぱ威力も高いし、すごいと思われるんで、できないことをできるようにして、そしたらどんどんいろんな種類のパワームーブ覚えていけると思うので、はい、足をね、心臂倒立で振るまでとかは結構時間かかるんで、長い目で見て覚えたらいいんじゃないかなと。エアーまで覚えたいとか、特に横でね、エアーで飛びたいとかっていう人は心臂倒立で足振るまでやった方がいいと思います。で、90からトーマスとか下ろす時にもあの位置で足振れたら降りてくる時にトーマス出せるとかできるので、そこまでしたい人は心臂で足振れるようになるといいと思います。心臂のね、ここでコントロールできるのはすごく役に立ちますんで、スタイルスのクオリティも上がるだろうし。以上、パワームーブ編急遽です。以上です。以上です。それでは、いいねとチャンネル登録してください。お願いします。やる気があればでいいです。やる気がなかったらしなくても大丈夫です。以上です。お疲れ様でした。